皆さんは憧れの人がいますか？僕には人生を変えてくれた人がいます。母親にせがみ続け、ようやく魚釣きに連れて行ってもらった小学2年生の夏。海の中には息を飲むような世界が広がっていて、僕の心は一瞬で奪われてしまいました。それからは夢中で素潜りを続け、気づけば東京海洋大学に入学。島に移住して素潜り漁師を始めました。僕はその人に憧れてマサルと名乗り出し、憧れに憧れ続けた17年。ついにはい、ということで羽田にね到着しました。なんだかんだ俺私服で映るの初めてじゃない？ちょっと恥ずかしいんだけど、今からですねレンタカー借りて、もう浜口さん絶対喜んでくれるものを準備してるんで、それを取りに行って神奈川の三浦海岸まで向かっていきます。今からですね、浜口さんといえばというあの食材を受け取りに行きます。もうね、撮影日が今ゴールデンウィークで普通には買えなかったんで、わざわざ釣ってきてもらってます。はい、そろそろ到着するということなんで行きますか。あ、はじめまして。エビデイフィッシングの皆さんです。はじめまして、エビデイフィッシングと申します。今回マサルさんのために静岡から持ってきました。持ってきました。うわ、ありがたい。こちらです。こちらになります。うわー、ありがとうございます。はい、いや、本当にありがたい。はじめまして。今回僕が愛込めてマサルさんのために釣ってきたんで、ぜひ浜口さんと食べていただければ幸せです。お願いします、マサルさん。助かります。はい。じゃあ浜口さんがいる神奈川にね行きましょう。実は僕マサルって名乗ってるんですけど、これ本名じゃなくて浜口マサルさんから来てるんですよ。 YouTube 始めた時大学2年生の時だったんですけど、その時に名前何にしよっかみたいな考えて、でやっぱ浜口さんの名前しかないだろうと思って、もうその時はねさすがに会えるとか思ってなかったし気楽につけちゃったんですけど、まさかこんなことになるとはね。名前が一緒っていうか、名前をパロディさせてもらってるってだけじゃなくて、もう本当に浜口さんのおかげで今の俺があるなって思ってて、保育園の頃もう強烈に彼に憧れて魚釣き始めて、そっから俺の人生スタートしたと言っても過言じゃないのかなっていうぐらい、そっから俺はやっぱ海好きになったし、それで大学もね東京海洋大学っていう海洋系の一番有名なところを目指して、そっからもっとちゃんと素潜りやりたいと思って素潜り漁師も今始めてて、浜口さんいなかったらどうなってたやろうな今の俺って感じ。いやー、それにしても YouTube って本当に夢あるよね。4年前までさ、本当に何の人脈もないし魚さばく知識も何もなかったし、本当普通に居酒屋でアルバイトしてるだけの大学生だったにもかかわらず、浜口さんと同じ土俵でテレビでずっと見てたあの大スターと会える日が来るとはね、ここまで来るとは本当に想像しなかった。今日はもうほんと記念日です。感慨深い。だってそれこそ今回夢の一つですけど、夢として語るのもちょっと、いやそれはさすがに無理だろって言われるレベルのことですから、 YouTube 何にもないとこから始めて浜口さんとコラボするみたいな、浜口さんに会うみたいな、こんな日が来るとはな。で実は浜口さんって YouTuber の人とまだコラボしたことないんですよ。なんで今回 YouTuber 史上初なんですよね。多分同年代のもう男はみんな浜口さん見て育ったと思うんですけど、史上初なんですよ。もうこれ本当にすごいことで、浜口さんを見て育って、で実際に浜口さんと
コラボまでできるっていうのはもう本当に史上初のことで、これめちゃめちゃすごいことです。じゃああとね1キロで着きます。浜口さんもう来てるみたいです。11時集合なんですけど、僕30分前に来てるんですけど1時間前に来てるみたいです。待たせてますうわ着いたぞ。今日ゴールデンウィークで海岸だからめっちゃ人おるな。さすがに人集まりそうじゃない？ちょっと緊張してきた。どうしよう。でもずっと緊張してるんですけど、あれか、あれだ。うわーいるわ。あん中にいるんでしょ。緊張するな。マラソンの走り出す前ぐらい緊張するな。着きました。あれぐらい緊張するな。パズドラの時にドロップミスしたらゲームオーバーになる時ぐらい例えひどくないですか？人に会うで緊張したことほとんどないんだけどな。もうマジで緊張するわ。やばいな。本当に緊張すると喋ることなくなるね。口パッサパサやもん今。あれです。あれが浜口さんのキャンピングカーですね。やばいなこれ。じゃあこちらによろしいです。はい、どうぞ。失礼します。浜口さんの声や。うわーうわーはじめまして。はじめまして。浜口まさるです。お願いします。いやーすいません、いつも名前勝手に使わせてもらってて全然どうぞどうぞ。うわーめっちゃいいですねこれキャンピングカー。肩ばっかなのよ。よろしくお願いします。よろしくお願いしますキャンピングカーの中で雑談をすることに。お願いします。はい、よろしくお願いします。もう本当にずっと憧れてて、もう保育園の頃からずっと見てて保育園の頃から。もう4歳5歳ぐらいからへずっと見せていただいてて、ずずっと潜りたくて、小学2年生の時に親に初めて魚好き連れてってもらってで、そっからハマってでも浜口さんに憧れて始めてハマっちゃってもう僕も動画見せてもらいましたけど。本当ですか？もちろんもちろん。すごい。もう俺なんかよりはるかにでかいもんついてるし、もう全然もう最初、なんか YouTube でマサルっていうすごい人がおるみたいなのをなんかこうネット界隈で聞いたんですよ。で、あ、そんな人おんねやと思って見てみたら、何この人すごすぎるやんみたいな感じであ、こんな人もおんねや世の中にはっていう俺は感覚やったので、なんか風の噂で聞いたら、なんか本当はマサルって名前じゃなくて、なんか俺になんか影響されてその始めたっていう。本当って俺は思ってたけど、本当にそうですそうなんだ。浜口さんいなかったら、素潜り漁師も YouTube やってないと思いますそんなありがたいこと、めちゃくちゃ嬉しいよ。なんか人生変えた人についに出会える。いや、よかったよかった。こうやって会えて。コーネス時代、あんなちっちゃい森でサメとかついてましたもんねあ、それをさすが分かってくれるのはすごいね。イカれてるなと思って怖くてさせないですよあれだから知ってる人が見たら、おもちゃだよね、あの森って。こんなエイとかもついてましたもんね。もう折れるのよ。折れますよね。バキーンって折れるし、あんなおもちゃでついた赤いものやよダメですダメですさすが。いや、嬉しいな。それを分かってくれる人が現れたんだっていうみんな分かんないじゃないですかそのやられたい方は。あれ本当にうまいことしてますからねちょっと前にテレビの撮影やって、芸能人の方、一緒に素潜りさせていただいて、魚ついたりしてたんですけど、その人も怖がってつけてなかったですよ。でかい。ああ、そうなの。やっぱり確かにサメもそうやけど、ブダイとかも海の中でこうね、岩場で潜ってパッて見て目を追った瞬間とか怖いですよ。怖い怖い今日実は浜口さんにちょっとプレゼントを持ってきてまして。マジで？はい。なんだろう。それをちょっと一緒に料理して食べていただきたいなと思ってましてぜひぜひ。はい、それでは今日浜口さんにちょっとプレゼント用意してます。おお、プレゼントありがとうございます。浜口さんといえば何ですか？こちらです。こちらですね。出た、出ました。ウツボや。
もう何匹食べてきました浜口さん。懐かしいな。でも久々食べてないね。あ、本当ですか。うん。こちらですね。うわでかっ。これまたでかいな。久しぶりに食べましょう。僕も2年ぶりですこれ。あ、そうか。はい。でも俺ね、ウツボどうやろう、無人島やからうまく食べれるのかもしれんし、なんか言うたらちょっと東京やん、まだ都会やん。はいはいはい。都会でウツボ食うたことないもんな。確かに食べないっすねこっちだと。うん。これ結構うまいっすよ。実はそうなの。はい。あの状況やからうまいって感じるけど、果たして今のこの言ったら至福の状態でウツボ食べて美味しい？僕もいつも潜った後に食べてるんで。究極の状態。でも美味しいんやろね、ウツボってね。多分そうです。お互いこの状態で食べることないですもの。はい。料理してもらえるんだ。これなんと2匹います。2匹もおんの？はいわお。2匹です。へえ、すごいな。これまだ目白くないやん。これ新鮮やんまだ。ちょっと血抜きしてあるみたいで、画面の向こう側の人興奮してると思う。久しぶりに浜口さんのウツボ。緊張するな。浜口さんにウツボ食べてもいただくのもちょっともう口パサパサで喋れないんですけど。もういつも通りにさばいてもろて。で今日は楽しみ。うん。ウツボ唐揚げと、はい、あとたたき。これで2品で食べていただこうかなといいな思っております。ちょっとね、ちゃんと美味しくこの子を食べてみたい。ウツボのたたきめちゃめちゃうまいです。そうなの。はい。俺ね、なんかパンにしたりとかウツボを、ああはいはいはい、もうね骨だらけで柔らかいとこから硬いの急にくるやん。ですね。食べるの大変です。すごいじゃないですか。はい。それが嫌で、味は美味しいのよね。知ってるのもいや面白いですからね。あとなんかかまぼこにしたことあるのよ。ああ。それももう骨砕かれへんかって結局柔らかい中にトゲがあって、ああそうです。バケモンみたいな。実は骨を感じなくする切り方があるんです。素晴らしい。ちょっと今日その方法やってください。教えてください。そのもう骨がめちゃくちゃ多いもんね。そうですよね。骨がすごいんですよ本当に。丸揚げとかちょっと大変ですよね食べるの。もう言ったら噛んでむにゃむにゃってもう骨こうやって出してほとんどプルプルプル言ってじゃあまず形から作っていきます。お願いします。ここからおろしていきます。おお。わーすごい美味しそうですね。ね、身がすごい綺麗やよね。多分みんなが思ってるよりいつも美味しいと思うんですよ。ちょっと料理すればよく聞かれる。そんな美味しいんですかとかって言って、だけど極限状態でしか食べたことないから。そうですよね、本当はぬめり取りから入んなきゃダメなんですよ。そうぬめりがすごい。あ、これ取ってあるの？これ取ってあります。こっちは取ってないです。こっちぬめぬめなんですけど、こっちは全然違うわ。そのぬめりがね、またこの取らないと口に気持ち悪いし。ですよね。こんな難しい魚さばいて手切ったこととかないんですか？手切ったことはないね。怪我するの嫌やからいつもビビってるね。几帳面なんですねやっぱ。あ、そうかもね、意外にね。意外とってなんか失礼です。有野さんと対比で映されてるからちょっとなんか有野さんの方が几帳面なのかなみたいな感じにはありますけど。だから怪我したら人一番へこむと思うで。サバイバル中怪我したらもう終わりですもんね。そうだからなんか大胆にやってはるんですかってよく言われんねんけど、岩場から飛び込む時とかもうめっちゃ先に見てんもん。あ、下とかも下見て。それ言っちゃって大丈夫なんですか？大丈夫。大丈夫で見て、見といて飛び込む位置から岩場見て、あそこから飛び込めるなっつって。意外とあれ危ないですもんね。危ない。上から見てたらあそこ深そうやなと思っても意外にね全然浅かったりとか。結構な波の日でも入ってたりしますよね。入ってた。台風じゃないと入りたくないみたいな時期もあったんだよ。強い絵じゃないからっつって。ああなるほど。なぎの絵じゃ面白くないだろうっつって。プロフェッショナルですよね。上手。ほんとすごいね。いやーありがとうございます。そんなことをこれサクッとやってはるけど、これめっちゃ難しい。どこ切ったらええねんってなってくるの。かなり難易度高いですよね。ねえ、長いからさばいてる位置が分かれへんようになってきたりとか。ああそうですよね。最初本当に苦戦しました僕も。5匹目ぐらいでようやく分かりましたね。あ、そうなんだ。俺ほらなんか1回やっては何年か空いてみたいな。あ、そうですよね。すっかり忘れちゃってるの。あんなロケ毎週とかやられたらもう多分無理だよね。やってた油にポンってやってやるやつってもう多分ウツボから始まってんのかな。このウツボをどうやってやって、食べれるようにしようかっていう技術がなかったから、油で揚げてしまえば
どれも魚と同じ味になるし近しい味になりますよね。だから唯一だからこのウツボを食べる方法として考え上げた結果あれが開発されたんですよ。ウツボもうまいですけどね、めっちゃ。ちゃんと料理したら美味しいっていうのはだいぶ後になってから知ったけど。そして2匹目、はい、また頭を落として。分厚いなこいつね。自分の体の倍ある人間近づいてきても全然ひるまへんもんね。ひるまないですよね。よくもうなんか素人って言ったら言い方ですけど、初めて海入るのでウツボつけましたよね。お前ね、じゃあ他の魚が逃げるから、はい、ウツボしかなかったの。ウツボって逃げへんかった。そうですね。こうやっておるからこいつしかおらんかったのよ。こいつ落ちそびれてもずっといますよね、近くに。なんやったら俺のこと食おうとしてくんねんかぐらい凶暴じゃないこれですね。やばいよウツボの負けん気。森何回もおられてますもん森に巻きつくねんね。バーン刺した瞬間にぐる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 って何回も水中カメラマンのカメラに噛みついたりとか。俺が避けるから「あー」とかって「怖い」ってこうやってやるから水中カメラさんの方にバーンって持ってきてこうって水中カメラさんのカメラが噛まれるとか。でも本当これこんな裏側聞けることないですよYouTuber でちょっと若干天狗になってるところがあったりするんですけど、浜口さんやっぱ腰低いですねすごいなと思って天狗になる必要がないもんな。ないですよね、YouTuber の人天狗になってる人おんねんやっぱり。まあ言わしますよね僕もちょっと最初バズった時若干天狗だった50万人ぐらいが一番天狗だったの。そうなの。確かにテレビ出の頃は生きてたかもね。生きてた。そうなんですか。だんだんなんかそんなんがこうそげ落ちてくるというか。加藤浩次さんがラーメン屋にサングラスかけて、そう自分が顔さすし、顔見られるし、売れてきたしサングラスかけてラーメン屋に入ったら、ご家族で佐藤浩市さんが来てはって、その時になんかパッて見たらもう帽子も眼鏡もサングラスもかけてなくてご家族でご飯食べてた。自分よりかなり有名で自分よりかなり大先輩がその姿で撮った時にサングラスかけてラーメン食ってる自分が恥ずかしすぎて俺サングラスやめるわって言ってそういうかっこいい先輩の背中みたいなのありますよね。ある。それで言うと気まぐれクックさんってご存知ですか。気まぐれクックさんっていう魚さばく方がいるんですけど、僕が2万人ぐらいの時にお会いして、その人200万人だったんですけど、一番腰低くてそうすごいなやっぱそうなんじゃない。もうみんなに感謝やでとか思ってはんの。はあすごい綺麗。おおすごい。ひーこれウツボさばくって結構一流の料理人も難しいって言ってたよ。これ難しいです。難しいよね。なかなかその食べるあれもないからね。こんだけ頑張ってさばいてもそんな高い魚じゃないんでこんなに反対側にしてるの初めてです黄金熱で何人ぐらいで行ってたんですかあれ。島自体のスタッフはでも相当いましたね。10人とか。10人もっといましたよね。あそうなんです、で全員野宿で。そう芸人とかタレントでそう YouTube 始めてうわスタッフさんってこんなにありがたかったんやとかってあそうなんですね。思うことが本当に増えてる。そういう話もしたりするもん。行くだけでよかったんやってプレイするだけでよかったんや。でもやっぱその芸人さんは演者としてマジ本当に一流だなとは思います。いやわがままなやつ多いで。そうなんですかということでお来た。じゃあおろし終わりました。すごい。しかもこう喋りながらやれるってすごいよね。なんとか形には難しいのにすごいな。難しいですね。これを料理にするんですか。これを料理にします。まずたたきから作っていこうとたたき思います。無人島とかでも刺身とか作ったりするんだけど、なんか臭かったりする。臭いですよね。臭い。なんでこの魚こんな臭いんやさばき方だと思いますね。でしょ。ですね。でこれ無人島で食べてた魚ですよみたいなのを言われて、あそうなんやってなんでこんな臭い魚って言わなあかんねんとかと思ってでも出されたから食べたりしたら、全然臭くて全然美味しいみたいな。ですよね。たたきは匂い消せるんですよ。へー。ウツボって、ここに肛門があるんですけど、肛門からこっちと肛門からこっちで骨の入り方が変わるんで。そうなんや。全然知らんかった。切ります。
同じ生き物で骨の入り方が変わるんだ。そうなんですよね、場所によって。白叩きなんで、カツオの叩きみたいなイメージですね。炙りでやっていきます。串に刺すのもはい、むずいですよね。あ、むずいです。サクッとやりはってるけど、これめっちゃ難しいな。全然刺されへんかったりとか、皮いかへんよね。あ、いったいった。かば焼きにすんのやったらこうやってやって、うなぎみたいな。うなぎ高俊とね、でっかいウツボをね焼いたことがあるんですけど、朝までかかったもんな。こんな短時間できなかった。朝までやってるのもおかしいですよね。で高俊と俺で焼いて食べて、はいトシ、浜口、タカで並んでたんだな。はいで焼いて食べたの。はいトシどう？トシおいしいとかって、で俺のとこもおいしいわって言って、はい。で一番初めたタカもおいしいって言ってたけど、はい後から浜口さん実は俺の方全く焼けてませんでした。炭が全然足りてなくて、ほぼ生をタカは食買ったと思って。でもみんな美味しい言うてるから美味しい言わなあかんと思って。言えないですよね。これをバーナーで炙ってバーナーか、なるほど。やっぱウツボも皮目からやね。皮目からです。皮目からやかなあかん。うわー、身が皮がキュッと。これが美味しいですよね。そうなんだ。はい。全然です。やってください。一緒に。このウツボの皮硬いですよね。弾力あってね。はい。丸まんまかじってるのすごいですよね。噛み切るの大変やったもん。やっぱ魚の味がするからさ。そうですね。当時も言ってたけど、なんかサンマのグミを食べてるみたいな。ブニュ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 。確かに確かに。じゃあこれ裏返してもらっていいですか。はい。ありがとうございます。ほんと身がきれい。美味しそう。浜口さん共同作業しますかね今。全国の男子が嫉妬してますよ。うわ、すごい。身がギューッと締まってる。うわうわ、テレビの前の声がする。ー、すごい筋肉組織ですね。ウツボ見てこんなに美味しそうと思うの初めてかもしれない。サバイバルのあの状況でめっちゃ美味しそうと思わないで結構ですからね。最初の調理の時、どうしたんですか。やっぱもう手探り。手探り。なんかもう分かれへんけど、もうとにかく包丁入れて内臓を取ってって、本当に分かんなかったもんね。いつも骨が入ってるんで、この骨が本当大変なのよ。実はこうやって薄く切ると骨感じずに食べれるんですよ。へえ、この骨が本当大変だもんね。そうなんですよね。骨さえなければって何回も言うてたな。味は美味しいんですけどね。そう、家庭用の包丁じゃ皮が切れないんで、真似できないんですけど。こういうやっぱこの太い感じのそうですね。職人さんが使ってるぐらいのね。サメ食べた時は、サメってなんか臭いっていうイメージありますよね。アンモニア臭がして、はい、サメなんか食べられへんよっていう風にずーっとそういうなんかイメージというか、思いで来てたけど、全然そんなことないよね。意外と美味しいですよね。臭くないというか、勝手なあれ昔のイメージらしいね。昔は戦後ぐらいで食べ物がない時にサメを食べるみたいになって、サメの肉をしばらく置いといた肉をみんな食べるっていう文化があったらしくて、冷蔵庫もないですもんね、当時は。それでサメが臭いっていうのがずっとみんな今もなお言われてる。サメは一番美味しかったの刺身かな。何のサメですか。眠りとかでしたっけ。やったっけな。猫なんとかどちザメ。刺身が一番うまかったなあれは。これめっちゃ美味しそう。俺初めて壺の料理見てお腹がキューってなった。ありがとうございます。それは良かったです。もう数々無人島やら一枚生活で見たけど、いつもこれ食うんかよ俺今からってなることばっかりやったから。サバイバルの、から帰った後の飯めちゃめちゃ美味しくないですか。めっちゃ美味しいですよね。俺大体パンケーキ。甘いの食べたくて。甘党なんですね。甘党。空港で、毎回パンケーキ。ということで1品目ウツボのたたき、イエーイ。美味しそうで2品目作りましょう。2品目は唐揚げなんですけど、実はウツボ骨ない場所あるんですよ。あんだけ骨だらけやのに骨ない場所あんだ。このお腹の部分が骨ないんですよ。覚えとこ。そうです。もうそこだけ食べよう。そういう機会があったら。これは骨ないでこのまま唐揚げにして、おお素晴らしい。いけて、いいね。でこっちの方はそっち骨だらけ。骨があるんで骨切りっていうのをしていくんですよ。骨切り。ちょっと音聞いてもらったら
これちょっとグリッとじゃないですか。ガチガチって言ってるね。これを一個一個こうやって骨を立っていくと丁寧な作業やね。唐揚げが食べれるようになる。へえ。これをやってへんからもう食べたら食べた分だけ骨刺さんねんや。もう多分浜口さんが「うめえ!」って言ってる後に、こうずっと骨出してるんだろうなまで想像してましたもん。あ、そう出してますよね。出してた。うめえブーっつって骨プープープーってそうブーってやるから、あの人全部履いてるっていう風にあ思われてたみたいで、履いてるんじゃないですか。いや、履いてるのは骨を履いてて中身は美味しいんですけどね。そうなんですよね。しかもウツボの骨硬いから飲み込めないんですよね。飲み込めない。経験者しか分かれへんよね、これは。この作業無人島でやるのはちょっと難しいですけどね。で、知らないっていうさ、あ、確かに。この作業俺もあるのも知らんから、これでかまぼこを作ってとんでもないデコボコしたかまぼこできて、こんなでかいの作ってましたよね。あれ近くで見たら多分骨飛び出てますもん。飛び出てるですよね。あ、やべえ、片栗粉忘れた。素揚げでいきましょう。すみません。素揚げでいきましょう。大丈夫。そっちが骨ないところだ。そうなんですよ。今度もしサバイバルする機会があればこっちのね方で、でウツボが取れたら腹のじゃあ食えるっつってそうですね、骨ないんですよみたいな感じで、はい、言おう。ウツボってでかいの食べたりするんで、そしたら胃がパンパンになるじゃないですか。でかい魚食べる魚、あばらあるとなるほどね。胃が膨れられないんで、そっかあばらない魚なんですよ。そういうことでここそっかないんだ。そうなんですよね。鼻からも自分よりでかいやつ食べるぞっていう気。パンパン時々すげえそんなでかい魚出てくるみたいな出てくることあるもんね。ああ、そうなんだ。今日はもう塩コショウだけでいいね。ちょっといただきましょう。サバイバル中の雑草がまずくて仕方なくて本気でやってる人はもっと大変やと思う。その調味料とか持っていってなかったとかって。そうですね。じゃあちょっと揚げさせていただきます。お願いします。あ、もう OK。おお、じゃあいつもの唐揚げをやらせていただきますお願いします。ウツボ食べてる。スイカの女の子がなんだっていう顔で、何してんだって感じです。このぐらいの浅さで全然大丈夫。あ、大丈夫ですか。本当はこんな鍋あったら油そば油ボーンでいきましたで、ここでやったら大貧縮やろうね。怒られそうですね。火事になったらどうするんだとか言われますもんね。ね、汚すなっつってあれ油こぼれてるのとか今とかもう言われますもんね。言われると思う。この前冒険ショーでやった時はもう防火シートみたいなのも周りに引いて、あ、状況こんなに変わったんだみたいな。まあ YouTube でサバイバルやるしかないですね。そろそろいけるかな。早いかな。跳ねたらごめんなさい。はい。ああ、いい匂い。いい感じ。綺麗。めっちゃ美味しそうやん。やっぱウツボもちゃんと料理すると美味しいんですよね。ごめんな、今までウツボ俺がなんかウツボのイメージを変えてしまったのかもしれへんよな。浜口さんのおかげでウツボ有名になったぐらいありますよね。別に有名な魚じゃなかったですよね。あんま、高知ぐらいでしか食べられてなかったとかって。いやもうアジと同じぐらい知られてますね。なんならウツボあ、浜口食べるやつねみたいな。浜口さんがそんだけウツボ有名にしてくれたおかげで、僕のウツボの動画伸びるんですよ。ぜひ僕の島来て10キロぐらいのウツボをちょっとついてほしいですね、浜口さんに。つけるからでもやりたいね。やつらも逃げないんで。いいね。行くわ。10キロってどれぐらい1メートル80センチぐらい。マジかよ。僕より身長高いんで。やべえじゃん。それをおもちゃみたいな森で。ああ、おもちゃみたいなのでいけるか。いや、多分逃げられるやん。バキバキになります。バーン跳ね返されるから。ウツボは遭遇率高いよね。高いですよね。ああ、泳いでたバルクの島はそうなんだ。ビビるやろうな。でも面白いね。来たいわ。行かしてもらいます。いやー、皆さん来ました。浜口正幸秘密基地のスタッフともども。でもめちゃめちゃ夢あると思いますよ。だって浜口さんの素潜りしてるところ見るのがもう僕らの夢ですもん。いや、もともとこの秘密基地っていうもう僕やってる YouTube は素潜りもやりたくて。はい。じゃあもうやるしかないですね。そうやね。だからやりたいのよ。本当に視聴者の人たちとんでもなく湧いてますよ。見れるの？いや、やりたい本当に。も
もう言ったらマイケル・ジャクソンの舞台もう一回見れるぐらいすごい。いやいやそんなもうそんぐらいですよ。もうなんならマイケル・ジャクソンと比べられたらいやいや多分そこまではと言ってると思う。さすがに黄金数なくなったじゃないですか。で年末だけ毎年やられてたじゃないですか。年末が楽しみでした。ああそう年末もやれなくなっちゃったからそうなかなかね規制がいろいろあるしね。YouTube しよう。5時間半サバイバルとかもう番組表見たら来た来た来たってね予約してますね。予約しててそう嬉しいね。この前ね冒険少年を出してもらったの欲しかったな。 TVer とかで見れるんですかね。見れるんじゃないかな。浜口さんが5月30日公開の「冒険少年」に出ているらしいんで、それみんな絶対見た方がいいです多分 TVer とかまあ見れると思うんで、じゃあそろそろ。おおそんなにほらなんかちょっとホルモンみたいな感じにも見えるね。そうですね、やっぱ島町みたいな皮のプルプル感とかそうですね。このコラーゲンみたいな感じがめっちゃ美味しそうやね。めちゃめちゃ美味しいです。大体ね黄金伝説とかでやった頃で、これが食べてうわー美味しいとかピエーって言ってでそのあとスタッフさんが「本当に美味しいですか?」ってはいで来て味の確認をしに来るって俺ちょっと余ったやつ「本当ですか?」って「おいけますね」みたいな。こんな感じでウツボのイエーイわけです。やったー完成しました。来ましたはい食べましょはい、それでははい完成しました。う。やったー美味しそう。俺ウツボをこんな風に美味しそうと思える日が来るとは思えへんかったわ。ちょっと食べてみて。ポン酢でいいですね。見た目が全然ちゃうよな。これかな。はい。これ美味しそうですよね。でポン酢つけてうわ緊張する。年ぶりのウツボ料理。いただきます。うまい。うわーよかったです。全然臭くない。ほんまっすか。うんちょっともう食べてます。うまっ。あうまい。でこれこのいつも皮食う時にネットして全然進まへんかったの。はいはいはい。ぬめり取ってくれてるからこの皮の弾力が逆にいいやんってなりますね。うまっ。ポン酢に合うね。確かにネギとネギと玉ねぎのスライスとかあればもうほんと最高です。皮と身の間にすごくこうコラーゲンがいっぱいあってその弾力はいはいはうまっ。い。めっちゃ味濃くないですか。濃いね。細切りにすると飲み込みやすくていいですよ。太いんや。これいつもうまっ。あんな感じですよね。全然進まへん。いやうまいねんけどなるほどね。これはいいや。うまいですよね。骨もそんなに気にならなくないですか。気にならないちょっと口に当たることありますけど、あ今当たった。飲み込めるレベルです。あこれは無理かも。あこれは無理です。唐揚げもいきます。あそんな食べていただけるんですね。なんかなんか嬉しいです。うまい。ツボの可能性がちょっと広がったんじゃないですか。うまいね。絶対臭いっていうのがまずついてくるからそれがないもんね。でこれはこのままこれも塩コショウかかってます。いただきます。うまいマジで。殻の部分骨なくないですか。ないですよね。プリップリ。吐き出す必要ないですよ。めっちゃ美味しくないですか。魚類な感じ出えへんくらいね。ちょっと鶏肉っぽいような、とかもうホルモン食べてるみたいな油の部分ね。皮うまっ。この皮がもう俺噛み切られへんかったね。上手。うまっ。僕お願いがあるんですけど、何僕5年間、マサル無断使用してたんですよ。本当はマサルじゃないんだもんね。マサルじゃないです、浜口さんの方取っちゃうとさすがに狙いすぎてるだろうなっていうのはちょっとあってマサルにしようと、購入していただけたら嬉しいなと思って。全然ええよ。よーし今日からマサル購入になりました。やったマサル公認マサルです言って全然使ってください。別に俺のマサルじゃないでも気持ち的にね。そうですね。それってやっぱ俺も
撮ったと思って、はいそのアントニオ猪木さんがはいタイガー・ジェット・シーさんの腕を試合で折った時に折ったと折ったのって言ってダーって言ったのから来てるの。それを俺猪木さんに折った時に、猪木さんに実はこうやって普段で取ったとって銅を使わせてもらってるんですけど、猪木さんこれからも取ったとって使っていいでしょうかって言ったら「あいいよ」って一言で終わったそれだけで終わった。カラクテルから初めて知りましたあ、そう、実はそうなの。全然もうマサル使ってくれない。なんか初めて YouTube で見た時に「お名前同じなんや」ってなって、そうでもなんかそのファンの人になんか実はマミさん憧れてあれつけてはるんですよって言って、そうなんですよ。嘘だーそんなにとかってでほんまやったから、いやもう嬉しいよ。そんなそんな風に思ってくれる人がこんな日が来るといやこっちもそうよずーっとやってきて、まあそうやって言うてくれる人が現れるんだとかってめっちゃ嬉しい。すごい方ですからありがたいね。せっかくコラボなんで、浜口さん使えるものないかなと思って、何ですか？キャンプ用品で今回使用した包丁とか、せっかくだったら魚さばく機械とかこれ使ったらさばきやすいかな。もしよかったら包丁くれんの？あ、ぜひこれやった、ありがとここもあるんで。いいの？こんな包丁。いや全然すごいね。これ出刃包丁で、もし魚さばく機会があったらこれと頭を落とすそういう感じ。なるほどね。うわすごい。のもらって全然嬉しい。包丁とかは持ってらっしゃらないかなって思って。持ってないやっとどうぞ。ね、いやありがとう。こんなもんであれです。いただきます。包丁もらったぞうわーすごい。ありがとう。今後もね一緒に盛り付き行きましょうよ。うわー行きたいっす。ぜひいろいろマサル君の島、はい行かしてよ。ぜひぜひ。うわ夢広がるね。みんなキャンピングカー持ってけんのかな。これ乗って行けたら面白いなとか思ったりとか。フェリー15時間で行けます大変やなまあでも島はほんまに行きたいですし、盛り付き一緒にやりたいんで、うわーいいっすね。コラボしてください。ぜひ。いやこちらこそよろしくお願いします。ということで皆さん、いつか浜口さんの素潜りの姿もう一回見れるかもしれないです見せます。ちょっともう50歳ですけども、いや落ちてるかもしれませんが必死にマサル君についていきます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、はいちょっと夢を叶えさせていただいたんですけども、こんな感じで終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは